いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は寸東郡にある鉄板焼き屋さんのランチタイムのとあるメニューがすごくコスパが良いとの情報を得たので早速やってきました。場所はエスポット長泉店の裏あたりにあり、エスポットとビッグデーの間の信号を左に入って100メートルぐらい行ったところにあるこちらが今回お邪魔させていただくお店になります。エスポットの裏の方にはなかなか行くことがないので全く気づきませんでしたが、今年の7月でオープンして7年目になるこちらのお店は寸東郡長泉町竹原にあります鉄板焼き翔さんです。営業時間は11時30分から14時15分と17時30分から21時30分で、定休日は月曜日と火曜の夜となります。またランチディナーともにラストオーダーの時間が若干早いので来店の際は注意しましょう。あと駐車場は6台あり、店前の駐車場はコンクリートなのでバイクでも止めやすいと思います。お肉の鉄板焼きは久々なので楽しみです。それでは行ってみましょう。お邪魔します。店内はシンプルながら高級感があり、意外と広く、客席はカウンターが6席とカウンターの後ろに掘りごたつ席が16席あり、合計で最大22名入店可能となっております。そしてせっかくなのでカウンターで食事をいただきたいと思います。それではメニューを見てみましょう。これがコスパが良いと言われるランチメニューですね。前菜からデザートとコーヒーまでの9種類で税込み3000円は確かに他ではない安さかもしれませんね。下にはもう少し格上げしたメニューもあります。あと内容は季節で変わるようで、こちらは5月6月のメニューのようです。続いては今のランチメニューのお肉のランクを上げたもの2種類と、事前予約が必要な国産牛 100% のハンバーグステーキランチに、お子様ワンプレートに単品メニューがあります。単品メニューの種類も豊富で、今日は贅沢するぞって時には良さそうですね。またランチはなかなか行けないから夜のメニューが知りたいって方のために軽く紹介しておきます。夜はメインのお肉を下の欄から選び、そのお肉に応じて価格が変わります。またランチメニューとは前菜が違ったり、メインの前に海の幸が追加されたメニューがこちらもメインのお肉をこの下の表の中から選びます。また夜の予約制1万5000円という贅沢なコースも用意されてましたよ。続いてはドリンクメニューです。ビールにウイスキー、本格焼酎に梅酒、果実酒に日本酒にソフトドリンクと種類豊富です。いやいやお肉にはワインでしょうというセレブリティなあなたのためのメニューもあります。このようにそれぞれに説明があると興味をそそりますが、金額にビビって名称をさらっと読めなさそうですよね。ちなみに右下のフランスの赤ワインをフランス語で言うとシャトー・デ・ゼサー・キュヴェ・セメントールとなるようです。テストには出ませんので覚える必要はないです。あとはスパークリングにシャンパンにロゼがあります。というわけで今回は税込み3000円のコースを予約したのでぜひ参考にしてみてください。まずは前菜の飛騨豚のロースと大葉とエゴマのドレッシングです。一品目から色とりどりの見た目の美しさにびっくりです。ローストされたお肉は旨味が凝縮しており、色とりどりのサラダはドレッシングとの相性抜群。こんな変わったお野菜もありました。続いては枝豆と新じゃがの冷製スープとガーリックトーストです。先ほどのサラダもそうですが、このスープも見た目はとてもおしゃれで、お味の方は濃厚で香りがよくとても美味しいです。ちょうど今のような暑くなり始めた時期にはありがたい一品ですよね。おしゃれな言い方をするとビシソワーズ、ただ言いたかっただけです。ガーリックトーストも最高でした。続いては前菜が来る前から目の前に置かれてたこれが完成したようです。蓋を開けると説明されないとわからないであろうこちらの料理はせいろ蒸しの穴子の梅揚げ、きゅうりのすり流しです。こちらは穴子を梅に漬け込んで竜田揚げしたものを自家製のだし巻き卵の上にのせ、きゅうりのすり流しをかけたものとのことです。すごく手の込んだ一品ですよね。ちなみにすり流しとは野菜などをすりおろしてだしと合わせたもののようです。竜田揚げしたものを蒸していることもあり、表面がとろっとして梅の味がとても爽やか、だし巻き卵も美味しく食べるのがもったいなく感じる一品でした。続いてはお口直しのグラニテです。こちらはマローブルーという紅茶のシャーベットで、そのまま食べてみるとすっきりとした確かにお口直しといった感じのシャーベットですが、この一緒にあるグレープフルーツとレモンの汁をかけるとまさかの色が変わるというとてつもない演出。お口どころか目までリセットされた気分になれますね。マローブルーにはこのような色の変化を楽しめる効果があるようです。また一つ勉強になりました。ちなみにこのシャーベットもよりすっきり美味しく変化しました。メインの特選牛ヒレ肉と焼き野菜です。ちなみに私の特選牛ヒレ肉は左側で、右側は5000円の国産牛ヒレ肉です。そしてカウンターで食べる良さはまさにこれですね。
お口直しのマローブルーだけでなくメインのお肉も迫力ある演出で楽しませてくれます。そして揃いました。特選牛ヒレ肉と焼き野菜に、真ん中の白いのは岩塩、わさびにオリジナルのニンニクソース、そしてお味噌汁にご飯になります。お肉は細かくカットしてくれてあるので食べやすく、塩にわさびにニンニクソースといろんな食べ方を楽しむことができます。カットされたお肉のサイズはこんな感じ。そしてこの絶妙なレア感、このお肉を岩塩で食べたり、オリジナルのニンニクソースやわさび醤油などでお肉の旨味を堪能できます。個人的好みはわさび醤油、ご飯が進みます。焼き野菜も美味しいです。またお味噌汁があることで気持ちをホッとさせてくれますよね。メインのお肉とご飯、味噌汁が終わるとデザートです。デザートでも先ほどの演出でお客さんを魅了します。そして来ました、デザートのベイクドアイスキャラメルパウンドケーキ豆乳のパンナコッタです。デザートもとてもおしゃれ、しかも種類も多くてお得感満載ですよね。そして最後にコーヒーか紅茶を選べるのでコーヒーを選択。前菜から始まりコーヒーまでの9種類で税込み3000円は確かにコスパが良く、お腹も気持ちも満足できます。また先ほどフランベしたベイクドアイスは風味と香りが加わって美味しく、キャラメルパウンドケーキは優しい甘さが良く、豆乳のパンナコッタも美味しかったのにドアップの写真を完全に撮り忘れました。あとコーヒーのレベルの高さにも驚かされました。あとちょっとしたおまけ映像として事前予約が必要なこちらも軽く紹介。国産牛 100% のハンバーグステーキランチ税込み1800円です。なかなかの衝撃映像が撮れました。じゅわーっと肉汁が出るかと思ったらまさかの飛びかかってきましたからね。びっくりして思わず箸が止まっちゃいました。そしてこのハンバーグランチには前菜スープにハンバーグ、焼き野菜とご飯がつき、コーヒーか紅茶をつける場合はプラス200円、ドリンクデザートセットの場合はプラス600円になります。あと事前予約が必要ですがデザートプレート600円のサービスもあります。記念のメッセージコルクは最後にお土産として持ち帰ることができます。こういうサービスってありがたいですよね。例えばいつもの感謝の気持ちを込めて奥様をこちらに連れてくるとするじゃないですか。先ほどのデザートプレートなどで感動してもらえれば月の小遣いを2000円ぐらいアップしてくれるかもしれませんよ。自分の食事代も含めいくらか使ったとしても月に2000円の小遣いが増えれば年間2万4000円も増えますからね。結果全然プラスじゃないですか。これぞ先行投資ってやつですね。もし奥様と一緒にこの動画を見てたとしたらこの作戦は完全に無効ですがね。その際はまた別の小遣いアップ作戦を考えましょう。ちなみに支払い方法はランチタイムは現金のみで、ディナータイムは現金またはクレジットカードも OK みたいです。今回は寸東郡長泉町にあります鉄板焼き翔さんにお邪魔させていただきました。確かに3000円であのクオリティは衝撃的なコスパの良さだと思います。またハンバーグステーキランチなんて1800円ですからね。あなたの小遣いアップに一役買ってくれそうなこちらのお店にぜひ一度来店されてみてはいかがでしょうか。自分の財布の中身を今以上に温める方法は会社の出世や残業だけとは限りませんよ。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであればチャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。